理事長から格安の部屋を紹介され引っ越したら自分の知らないところで担当のビブロスが新居やその周辺で怪異と遭遇しまくっていたことを知りさすがに驚きを隠せないビブトレ。ねえねえトレッチ。どうしたんだいビブロスや。昨日トレッチがおんぶしてた怖い顔したびしょ濡れの女の人誰だったの？ああ、見てたのか。あれは樫本トレーナーだよ。川で溺れてたところを引き上げたんだ。ふーん。なんだ？何かあるのか？樫本トレーナーさ、雰囲気がちょっといつもと違う気がしたっていうか。でもいつも怖い顔してるだろ。それはそうなんだけど。ビブロス、言いたいことがあるならはっきり言ってくれていいぞ。じゃあトレッチ、樫本トレーナーをどこまで送っていったの？それがいつの間にか消えてたんだよね。まあ今日は普通に出勤してるの見たし大丈夫だったっぽいね。一旦樫本トレーナーのことは置いておくとして。うん。トレッチが今の家に引っ越してから変わった人たちと交流増えたよ。え？どういうこと？だからもしかして昨日の人もそうなのかなって思ったんだよね。待ってビブロス、変わった人たちってどんな人？ほら、トレッチの部屋のベッドの下にいた半透明なおじさんとか。ベッドの下に半透明なおじさん。ふふふ、ビブロスちゃんはいい子だねって。嘘でしょ？不審者の会じゃん。そんなことないもん。そんなことしかないよ。末はトレーナーさんのお嫁さんだねふふふふ。って言ってくれたもん。そんなの何の根拠にもならないよ。っていうかもしかして今も家にいるのかな？多分いないよ。どうして？私とトレッチの仲が進展したらまた来るって言ってその場で消えちゃったから。なんなんだよ。ふふふ、押せますぞ。そうそう、トレッチの部屋といえば着物を着た小さい女の子にもあったよ。俺の部屋で？ビブお姉ちゃんって慕ってくれてね。座敷わらしみたいって思っちゃった。本物？でもまあ座敷わらしは幸運を招く存在だしこれは喜んでいいのかな？そうだ、備え付けの食器棚の裏に貼ってある古そうなお札は剥がしちゃダメって言ってたよ。怖い怖い、知りたくなかった。そういえばトレッチの部屋にいるとタマモさんも私に会いに来てくれるんだ。タマモクロスが？馬娘じゃないタマモさんね。馬娘じゃないって何者？差し入れって言ってたくさんのお稲荷さんを持ってきてくれるの。あの冷蔵庫に入ってたお稲荷さんっててっきりビブロスが用意したものかと思ってたよ。ビブロスは怪異に愛されてるな。ビブロスは甘え上手だからな。そうそう、テレビから出てきたお姉さんも印象的だったよね。テレビから人が出てきた？何それ？全然知らないんだけど。だいたいトレッチが買い物に出たりしてて私が留守番してる時に現れるからね。それでその人は何を？ここに向かってくる理事長と手綱さんを追い返すって言って出て行ったよ。で理事長たちは来たの？来なかったね。でもそのお姉さんも帰ってこなかったよ。そう。相打ちになったのか。理事長たちは学園にいるはずだから命を犠牲にして追い返したんだ。全般的にビブロスの味方的な感じだな。電話が鳴ってるよ、トレッチ。誰だろ？ちょっと手が離せないんだよ。学園関係者だったら代わりに出てくれない？後で折り返すって伝えて。でも非通知って表示されてるよ。まあいいよ、同じように伝えて。はーい。もしもーし、トレッチの未来の奥さんでーす。ビブロス、変なことを言うんじゃない。え？府中駅に着いた？あ、切れちゃった。府中駅に着いたって言ってたけど誰から？今日は誰かと約束はしてなかったはずなんだけど。メリーさんって人が今府中駅に着いたって。メリーさん、あの都市伝説の？ちなみに要件は？ご挨拶にって。怖いんだけど。別に怖くないよ。こないだのビブロスちゃんの勝利は見事、私の推しであるビブロスちゃんを育てたトレーナーさんに感謝を伝えたい。って。やっぱり怖いって。でも忙しそうだから今日は帰るって。どこに帰るとか言ってた？木更木駅って言ってたよ。絶対関わっちゃいけないやつだろ。しかしトレーナーとビブロスを応援してくれる会っぽいからワンチャン大丈夫では？お部屋だけじゃなくて家の周辺にも変わった人たちがいるよね。まあ変な人なんてどこにでもいるでしょ。ポポポポって言ってる白いワンピース着た大きなお姉さんとか。
確かに変わった口癖ではあるけど別にそれほどおかしくはないでしょ。私を見かけると手を振ってくれるの。一応ビブロスはレースでも勝ってる実力者だから見ず知らずの人からそういう風に応援されることも全然あるだろ。ちゃんと目線を合わせるようにかがんでくれるんだよ。は？身長が2メートル40センチあるんだってさ。八尺様？でもあれだけ背が高いとストライドも大きいし馬娘じゃなくても私たちと同じくらいに走れそうだよね。そうかな？そうかも。それから白いくねくねした人もよく見かけるね。それ人じゃないよね絶対。私のフォームにアドバイスしてくれるんだよね。それっていつから？ 2週間前くらいかな。ビブロスのタイムが急に良くなり始めた時期だな。っていうかトレーナーである俺の存在意義が。そんなことないよトレッチ。トレーナーさんの基礎教育あってこそって言ってたよ。そっか。救われたよ。あと最近おばあちゃんと会っておしゃべりしたよ。え？俺のおばあちゃんってこと？まあテレビとかでビブロスのことは知ってるからな。でも来るなら来るで連絡くらいよこせばいいのに。その後並走もしたよ。おばあちゃんと並走？すっごい速くてびっくりしちゃった。あの徹底マークしてくる走り方は本当のレースだったらちょっと嫌かも。俺のおばあちゃんじゃないな。でも頑張って10馬審査つけたから私の勝ち。ああ、そういうルールで走ったのね。でも今思うと空中を蹴って走ってたような気が。わかった、もういいから。なんだよ今の家は。理事長に格安で紹介してもらえたのには理由があったってことか。みんな私たちのことを気にかけてくれるいい人たちばかりだしよかったね。気にかけてくれるって全部怪異じゃないか。怖い人は一人もいなかったよ。そうなのかもしれないけど。ビブロスらしいといえばビブロスらしいかもしれない。むしろトレーナーは感謝するべき。自宅に担当がいる現場を抑えに来た理事長たちを追い返してもらってるんだから。お疲れ様です。樫本トレーナー。こんにちは。樫本トレーナー、先日は大変でしたね。何のことですか？ほら、近くの川に落ちて大変だったじゃないですか。川に。たまたま居合わせてよかったですよ。重くて川から引き上げるの大変でしたけど。それもただ重いだけじゃなくてむしろ俺が引っ張られるような不思議な感覚でしたもん。トレッチ、重いなんて言っちゃダメだよ。あ、それはほら、衣服が水を吸って重くなってたんだよ。私は川に落ちてなどいませんが。でも樫本トレーナーをトレッチが背負ってるの私も見たけど。ちなみにその川はちょっと前にカフェトレさんを中心とした除霊チームで討伐を行った川ですね。かなり凶悪な怪異が潜んでいるということでカフェトレさんと精鋭のトレーナーさんで除霊を行いましたが倒しきれていませんでしたか。貴重なお話をありがとうございます。早速除霊チームを再編成して討伐に向かいます。では、もしもし、今すぐカフェトレさんと筋トレさん、そしてマートレさんを招集してください。大霊戦のカフェトレとスパダリの筋トレはわかる。マートレは？怪異には怪異をぶつけんだよ。おんぶしてた樫本トレーナーの雰囲気が違うってそういうことだったのね。それでトレッチどうするの？今の家は引っ越す。もう少し料費値切れないか理事長に交渉してみるよ。やはり金には変えられないか。とりあえず実害はなさそうだしなんかあっても中央のトレーナーなら正面からぶっ倒せるだろ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。